はようございます。たかしです。本日は11月22日水曜日、ただいま9時20分。それではポンド円とドル円の相場分析をやっていきましょう。最初にお知らせです。ノートのメンバーシップを始めました。内容はポストプライムのプライム会員とほぼ同じですので、使い勝手のいい方をご利用ください。詳細は動画の最後でお知らせします。では前半はポンド円、後半はドル円をやっていきましょう。まずはポンド円の冷やしからですね。昨日は長い下髭の陽線になってきております。ここのところ基本的には大枠では上昇トレンドなんですが、その中で上げ切った感がありましたので、そこからの調整の下落となってきました。そして現在は GMMA の青帯でサポートされて一旦の上昇をしてきたところですね。本日も昨日の動きに引き続き上昇方向へは動きやすいとは思いますが、まだストキャスティクスを見ているともうちょっと調整してもいいのかなとも感じますので、やはり上がったところは最終的には売られやすくなってくる。やはり冷やし単位ではもう少し上値が重くなる可能性は考えておきたい。ただし短期的には本日は上昇方向をイメージしておりますので、冷やしの GMMA にサポートされて上昇、この上昇がどこまで続くのかっていうところを本日は見ておくのが良さそうです。では4時間足です。昨日はこの黄色のボックスの下限からの反発になってきてましたよね。以前にお話ししてましたが、黄色のボックスの中に戻されてきたので、この下限ぐらいまでは下がっていくでしょうっていう話をしておりました。というのも過去のこの動きですね、ボックスの上限に来れば下限、下限に来れば上限という動きをしてますので、ボックスの中に戻されてきましたので、そこからは下限付近を目指して下落していく。そして下限付近に来れば再びボックス上限を目指して上昇する可能性があるというところでした。昨日はここ長い下髭が出てますよね。これかなり分かりやすかったと思います。ツイッターでもこれ投稿したんですが、長い下髭、そして黄色のボックス影というところでいかにも上昇しそうというところ、こういうところでエントリーできた人は多いんじゃないでしょうか。昨日みたいなこういう分かりやすい動き方をしてくると、ここからの上昇の流れには乗っていきやすかったですね。では本日ここからどうなるかですが、まずは GMMA の青帯を過去にこれ大きく下抜けているんですね。そして昨日の上昇で GMMA の青帯付近まで戻してきました。ここを抜けられるかどうかっていうところの攻防戦が本日かなと。ストキャスティクスは高値圏にありますので、ここからどんどん上昇していくかどうかは分かりませんが、上昇するのであれば直近の高値 186.7 付近、そのあたりを目指して上昇していくと考えますので、現在地から 186.7 ぐらいまでの上昇になるのか、それとも GMMA の青帯で上値を抑えられて上値が重い、そんな一日になるのかという、そんなイメージができます。もちろん現在地から昨日の安値を目指して下落していってダブルボトムというそういう考え方もできますので、現在は黄色のボックス上限にありますので、ここからの下落っていうところも十分考えられる中、昨日結構大きめの陽線で上昇してきておりますので、基本的には上昇しようというそういう一日になってくると思います。では1時間足です。1時間足は分かりやすく動いてきましたね。昨日までずっと下落トレンドを作っておりました。その下落トレンド、昨日の安値っていうのが直近の下落トレンドの最安値になって、そこから GMMA の青帯を上抜けてきましたよね。ということはここから今 GMMA の青帯でサポートされれば、ここからもう一段の上昇で、先ほど4時間足で言ってましたこのラインですね、直近の高値 186.771、 このあたりを目指して上昇してくるのかなと考えております。ただ GMMA の青帯まだ現在上を向きかけたところですので、すぐに上昇できるかどうかは微妙なところですね。もう少し現在地付近で揉み合って GMMA の青帯が明確に上を向いてくれば、そこからの上昇になるかもしれませんので、本日は現在地付近で値固めをして、そこからの次の上昇の流れを見ておくのが良さそうです。1時間足のストキャスティクスは現在高値圏にありますので、少なくともこのストキャスティクスの過熱感を解消してからの次の上昇の流れに乗っていけるといいと思います。では次はドル円です。ドル円冷やしはオレンジの平行チャンネルの中で動いておりまして、ただ GMMA の青帯の上で今までずっと動いていたんですが、ここ直近でこの青帯をわずかに下抜けてきております。ただし昨日のローソク足を見ていると、長い下髭の一応陽線で終えているんですけれども、ローソク足の実体部分っていうのはほぼない状態ですので、もう一度本日は下を目指してからの上昇になるのか、それとも現在地付近で揉み合ってからの上昇になるのか、どちらにしても GMMA の青帯を下抜けてきているので、本日上昇したとしても上値は重くなると思います。ただ冷やしストキャスティクスは安値圏から現在ゴールデンクロスするのかというところまで来てますので、分かりにくい動きをするかもしれませんが、基本的には昨日の流れを引き継いで上昇方向へ動きやすいとは考えております。
ただ、オレンジの平行チャンネル影、もうちょっと下にありますので、もしかするとここにタッチ後の上昇になる可能性もありますので、昨日の安値を下回るような大きめの下落がもう一度来る可能性。それは現在地から一度下を攻めてからの上昇になるのか、一度上を目指してからもう一度下落するのかっていうところはわかりませんが、どこかのタイミングでまたこのオレンジのトレンドライン付近までは下落してくると考えますので、その辺の流れも見ておくといいと思います。では4時間足です。4時間足は緑のボックスを下抜けてきました。このボックス過去のレンジですね。ここを下抜けてきたので、まずはこの GMMA の青帯と今は乖離が進んでますので、この乖離を埋めるような動きに本日はなるのかなと。そして GMMA の青帯に接触したところでは再び下落していく。今下落トレンドを描いておりますので、基本的には売り圧力の方が強くなります。ストキャスティクスはただいま上昇中ですので、もう少し上昇しそうですよね。ですので本日前半は上昇。GMMA の青帯にぶつかったところで下落。その下落が昨日の安値を下抜けられるかどうかです。下抜けられなければそこでのダブルボトムでの上昇。そして下抜けてくれば先ほど言っていたオレンジの平行チャンネルがここにあるんですが、その付近までの下落っていうところをイメージしておきたいですね。短期的には上昇すると思いますが、GMMA の青帯は下向きですので、基本的には戻り売りを考えておくのが良さそうです。では1時間足です。1時間足は GMMA の青帯に現在突き刺さっている状態ですね。4時間足のストキャスティクスがもうちょっと上昇する余地がありますので、1時間足のこの GMMA を上抜けてくる可能性は高いとは考えております。ただし上抜けてきてもすぐに抵抗ラインがありますので、148円後半から149円付近っていうところは強めの抵抗になってくる可能性が高いので、そのあたりからの下落っていうのをイメージしておきたいんですが、ただ1時間足の GMMA を上抜けてくると、次この GMMA 今までずっとレジスタンスになってますよね。1時間足の GMMA が意識されて下落してきてますので、ということは今回この GMMA を上抜ければ、次はそれがサポートに変わる可能性がありますので、まずは本日は一旦の上昇ですが、上値は重くなってくると思いますので、その上値が重くなる原因っていうのは上位足の下落トレンドなので、1時間足がトレンドを崩してくれば GMMA の青帯でサポートされて上昇するような、そういう動きになってくれば比較的大きく上昇していくとも考えられますので、もしかするとここからの大きめの上昇の現在はその初動の可能性もありますので、その辺を見ておくと面白いかもしれません。ただし4時間足の GMMA はすぐ上にありますので、押し目買いを考えるのであればしっかり引きつけてからですね。そして戻り売りを考えるときもしっかり引きつけないと、今は1時間足は上昇トレンドに変わろうとしているところ、そして4時間足は下落トレンドと目線がバラバラになってますので、難しい相場ではありますので、引きつけて押し目買い、引きつけて戻り売りっていうところを意識する必要があります。それでは本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップを始めました。毎日更新の相場分析に加え、週末にはわかりやすいスキルアップ動画を更新しています。FX は知識が絶対です。限定動画はその知識の宝庫です。限定動画だけをご希望なら YouTube のメンバーシップでもご視聴いただけます。またノートでは複数の視聴プランをご用意しております。ノート限定の掲示板機能ではリアルタイムな相場のコメントなども投稿しています。有料投稿で適切な自己投資と時間投資をすることも大切です。詳細は概要欄をご覧ください。ノートメンバーシップは初月無料ですので、ご入会を検討されるなら月始めがお得です。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。